うん。聞きたいことですか？何でしょう？あれは技というより、天より降り注ぐ神の道からを私という媒体を通して剣に流し込んでいるだけのものです。お家流のことか？うん。お家流にはいくつか種類があってな。一子相伝のものもあれば、修行をすれば誰でも得得できるものもある。それにその士族しか使えない秘術というものもある。人それぞれだな。簡単に言うが、並大抵の努力では得得できんぞ。確かにな。だがお家流というのは乙女流だ。そう簡単には教えてくれんだろう。お姉ちゃん、お兄ちゃん、越前に放っていた患者が戻ってきたよ。来たか。誠と共に聞く。知らせ、黒。うん。じゃあ、表情の間でまこっちゃんと待ってるから、早く来てね。越前がどうなっているのか。先に上洛ではあるが、気にかかる。それは、叶わぬ願いではないでしょうか。お待ちしておりました。待たせた。話を聞こう。はい。待たせたな。報告してくれ。事態はそこまで進んでいるのか。それだけで済めばよいのですが。何か懸念でもあるのか？鬼にはいくつかの階級があります。本能のままに動く下級の鬼、その下級を統率する中級の鬼、その上にいるのが全てを統率する上級の鬼というわけか。はい、悪魔。鬼は素体の質によってその能力が大きく変わります。運動能力が優れた者が鬼となれば、鬼もまた運動能力の高い鬼になる。知力についても同じです。もし武士が、それも士官級の武士が鬼となったならば、
鬼たちは軍隊として機能し始めるでしょう。士官って何のこと？越前には上級の鬼が生まれた。もしくは越前の国主だった者が鬼となってしまったと推測されます。嘘だ！吉影姉様が鬼になったなんて。しかし越前の状況を聞くにそうとしか思えないのです。あの気のいい吉影姉様が鬼になってしまったというのか。ねえ、エリカさん、助ける方法とかってないの？残念ながら。そんな。浅井と朝倉は朝からの縁であったな。はい。六角より独立した後、弱小であった浅井に力を貸してくれたのが朝倉家でした。以来同盟を結び親しくさせていただいていたのですが、その越前が鬼に乗っ取られちゃっただなんて。それに気づけなかった自分自身が一番悔しいんだ。僕は今は OK。 しかし悔しいと思うのならば、その思いを刀に乗せて吉影を鬼ではなく人として成敗してやれ。それが貴様のできる一番の恩返しであろう。はい、必ずや。確たるお答えはできかねますが、おそらくは。どういうことだ？鬼を操る者は鬼を使って戦を仕掛けようとしている。そういうことか。気づかぬうちに深く静かに盤面を制圧されていくことになるでしょう。変わらん。まだ考えはお変わりになりませんか？持論にこだわっているわけではない。しかし我には変わらんのが最善の手と思えるのだ。健介、わかりました。お二人のおっしゃることは理解できます。わがままを申しまして失礼いたしました。動く時にはエーリカの力が必要だ。すまぬが今はこらえてくれ。御意。誠、一、我らは本国に戻った後上洛準備に取り掛かる。しばしの間
越前の抑えを頼むぞ。もちろんです。この城を、この近江を異形の者になど渡してなるものですか。一も手伝うよ、まこっちゃん。近江はもう一の故郷でもあるんだから。頼み入る。健介。のんびりとされているのですね。事態は良くない方向に進み出したというのに。大統領とはなんだ。やるときはやるが、その時でないならばのほほんと生きるということか。お気楽ですね。そのように言いながら、そのくせいろいろと働き者ではないか。嘘吹いているだけだ、こやつは。なんだ急に気色悪い。よくわからんが。貴様がやっても気持ち悪いだけだぞ。夫が風来坊であるからな。少しでも手綱を緩めれば、あっちへフラフラ、こっちへフラフラ行くのだから、厳しくするのは当然であろう。つもりがないのが余計に立ちが悪いわ。なんだかお二人を見ていると肩の力が抜けてきますね。一人で悲壮ぶっていても何も変わらない。確かにそうかもしれません。ひょうひょうとした健介殿の態度の根源がなんとなくわかりました。複雑というより、ただ単に食えない腹黒というだけであろうが。勝手にほざいておけ。すぐに上洛の準備をするが、準備には時間をかけるつもりでいる。わかるのか？公方様を取り囲んでいる三好松永衆がどう出るかですね。さすがにそこまではまだ決めておらん。壇上消筆だ。松永を仲間にだと？毒蛇を布団の中で飼うようなものだぞ。だが時間をかけておられん以上、そういう考えもありかもしれんな。そうでしょうか。
汝に当たるに際し心中を気にしなければならないのはそれこそ危険かと。それもあるが、お頭、お帰りなさーい。お頭、お会いしたかったですよ。ご無事で何よりです。いや、待ってください。うむ。